は20分で上げる予定です。全部で22番する予定になってます。でかいなこれ。シャーシャーガに新子ですね。オス大きくなってちょうだい。落ちてくるときに発見しておいてよかった。シャーシャー結構見えてますね。すごい。これはすごいのでは。やったね。ダブル来ました。よいしょ。にしても新子すごいですね。でもね、自分は見てるんですけど、市場にね50匹ぐらい入るところもあります。全部残ってくれたらいいですけどね。ちょっと今来た道を帰ってみたいと思います。 U ターン、まあ大していなかったですけど、ちょっと日暮れ前なんで日が暮れた時どんなんかを見たいんで、ちょっと U ターンします。サバフグ、もうカニが2ついてくれた時点で結構満足してます。これ誰かさっき当てたんですね。確認したらヤワラだったんでしょう。先ほども言いましたが、今日は1番20分です。同じとこ U ターンしたんですけどね、車エビが挟まりそうに。どっちも大切なんですけど、お正代の子もね今年はちょっと多めです、もうあれから一潮半経ちましたんで、最初に取り出した時からめちゃくちゃでかくなって、おヒラメうざいな。ヒラメ頼まれてるからちょうどええかったと思ったけど安とんな。そしてちっちゃい、ギリギリだな。ちょっとこれではダメだな、頼まれてる分は。今でかい、ほんまにでかいですね。食い応えある。これ1本でお腹足るんじゃねえかと。これ1本とご飯1であれば。よいしょ。ハモもう1本出てきました。2番連続オスカニ。ナイス。シャコも入ってます。ちょっと東へ来てみました。ここはどうでしょうか。もうここはシャリ食ったりね、ワラスっていうとこういう小石がねたくさん入って網上がらなくなるように何遍もしてるんですよね。なのでちょっとビビりすぎて綱締めすぎましたね。メスですけど、さすがにもう入ってない。もう脱皮前でしょうね。あとは2メスで。イイダコが結構見えてましたね。探せば出てくると思います。ダブれてる。こういうのも夜だと気づかないんですよね、なかなか。
まあこのままではやれませんので直して再開したいと思います。いつ破れたのかもわからない。途中船行かんくなったと思ったらやっぱりシャリ食ってます。やってもうた。でもなんか抜けてますね。あんまりギシギシに詰まったシャリだとねもう抜けないんですよね。何もいないことはなかった。まさかこんなところにチヌがいるとは。これよりカニが見えた。シガネも。いやー、柔らか。残念。惜しい。でも悪くねえな。悪くないんですよね。さっきのカニが拾えてたらかなりいいぐらい。どうしよう。ちょっとさらに東へ行ってみましょうか。農地諸島、自分たちが来れる一番端まで来ました。もうこんなとこまで来たのは何年ぶりだろう。これ7年か8年ぶりぐらいですね。久々に来てみました。危ねえ、上がらんようにしたかと。パンパン貝か。今年は貝多めですからね。小さいですか。ああ、やってもうた。いいかな。なんかこれは小川カスっすね。ちょっと砂の感じが違う。わざわざ遠くまで来る価値はなかった。もう当然 U ターンです。よいしょ。持って車もいるんでいいんですけど、どうしようかな。しばらくここでしょうか。悩みですね。いやでも車おるな。ここかな。あんまりいい時間帯じゃないんですけど、この良くない時間にこれだけいたらすごいですね。でいい時間になってもいないですよね、大体。今ゴクゴクって言いました。天秤座を曲がったかも。ここはもう天秤座を曲げたり網破ったりしょっちゅうの場所ですから、やってる可能性も高いです。やられた。道具ついとんかな。重しがついてるかどうかも心配。なんとか重しは残ってるんかな。見事に洗礼を受けました。網はついてるけどバラバラです。これで諦めて帰ります。前の日もね壊して早帰りだったんですよね。これで2日連続早帰りですね。痛すぎる。悔しいですね。違う係なんですけど2日連続で壊して早帰りしてます。だからちょっと悔しいですね。缶がもげたんで溶接し直して、幸い上田のここと股まで避けてただけで、こっちが見えなかっただけだったらしいんで、
網は残ってました。道具がこうひっくり返って上がってきたんでね、こっちの網がないように見えますけど、こっちの網です。直しておきました。ここは新調して。あの係でかかったことないんですよね。初めてです。だから今までなかった係だと思います。悔しいんでリトライしてみます。超えたんでね、係にマークしてないんですよね。係に技にかけてマークしたいと思います。曲げないように竿を。自分は歯止め式なんですけど、歯止め上げてブレーキ踏んでかかったらワイヤーが見事出るはずなんで、そこでバックで取ってマークします。もう真夜中近いですけど、この間かけたところに到着しました。山的にもうちょい先ですね。僕越えちゃったんでね、マーク押せませんでした。でもその時一瞬にも山立てしたんで、大体の場所分かってますので、そっちの方へ行きたいと思います。すぐにここに来るつもりだったんですけど、なんとサミの沖にシャーシャー拾えるサイズがいましたんで、なかなか来れませんでした。バックで取ります。ちょっと誤ってブレーキちょっと踏んじゃったんで、反射で曲がってないことを祈ります。真上まで来たんでクラッチ入れてスローで上げます。曲がっとかんといてくれ。その前にマーク。もうこれでかけません。ちゃんと撮れとるかな映像。今のでかい車エビ。こんなとこに黒エビ初めてかも見たの。お、ナイス。めっちゃナイス。前半の量が良すぎたんで、片網上げた時もすぐ元の場所帰ろうと思ってたんですけど、セットでね、もうちょっとだけここやってみましょうか。もうそれ1枚でいい。でかっ。でけえ。問題は拾えるかどうかですね。時期的にね、拾えがあんまり拾えが少ない時期なので。残念。やがら今から上り潮ですけど、これもやわらか。
これは嬉しい。メスもいたはず。どこへ。これなんかもうクレゴですね。今年のカニじゃないです。このセットは嬉しい。めっちゃ嬉しい。どうでしょうね。上りの方がいいんじゃないかなと思ってましたけど、前半下りでもいたんで、もしかしたら下りの方がいいかとも思いましたが、これはでもいけるな。ダメだな、これはダメ。やっぱり上りの方がいいようですね。ラストです。ラスト取り出しかと思った。でも柔らか。これはもう見たからに。拾える。2日連続トラブって早刈りだったんで、1日仕事できてよかったです。楽しかったです。今日は帰ります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい。2日道具壊して早帰り、つまらんな思っとったんですけど、今日は楽しめました。よかったです。いろいろ冒険してみて、その冒険が楽しかったいうのもあるけど、一番はこちら。チームの多めやりました。ハモもなんか帰ってきて多めよかった。黒エビと車エビ。黒エビ突然出てきた。やった何でもある日突然出てくるんだけど、金額もこれだけ拾える。一番楽しかった理由はこちら。シャーシャー出てきた。台湾とか石狩も入ってるけど、シャーシャーすごい。結構おるんじゃないですか。取れるぐらいになったかな。しかも拾えるのは10分の1ぐらい。まだ10倍おる。今年は追ってくれりゃええな。すごいね。それだけじゃないですか。すごいね。こちら親。シャーシャーも入ってる。すごい、2つ針だ。もうとにかくシャーシャーが見れるというのがもうテンション上がってめっちゃ楽しかったほぼ拾えんけどね、でまたほぼ拾えんっていうのがまたテンション上がるよな、10倍どころじゃないで、この大きいシャーシャーに押されてちっちゃいシャーシャー大きいに全開で取ってんな。時もワシャワシャよ、楽しみだ。残暑すごすぎ。皆さん今日もお疲れ様でした。アプルトンエステートラムを緑茶で割って飲んでみてくださいというコメントをいただいたのでやってみます。甘いだけじゃなくちょっとなんかスパイシーさのあるラムです。自分はそう感じたという。緑茶はこれ星野初美、実はお茶マニアで全国のお茶飲んでますけど、その中で一番のお気に入りがやめの星の茶ですね。もうだし味がすごいバリバリです。では割ってちょっとロックにしようかな。その方がいいか。氷の味がねしますね。いただきます。わからん。海外の人におすすめしていただいた飲み方なんですけど、日本じゃなくて海外の人が緑茶で割るという、それに驚きましたが、わからん。緑茶の香りが自分にはわからん。教えてくれた人はだいぶ鼻が利くんでしょうね。ラムの香りと刺激が強すぎて緑茶の香りがちょっとよく分かりませんでした。まだ車エビ天ぷらやってなかった。ふわふわのサクサクにする方法、家でする方法、どうやってやったらできるんですかね。あれは本当にむずい。では車エビ天丼作っていきたいと思います。
こんなもんでしょうか。タレをかけます。ものすごくいい感じのタレが届きました。つゆだくでこれはうまそうやな。でもさすがにいただきます。バリうま。エビカツよりうまい。結局天ぷらが一番なのか。これはうまい。これは本当にうまい。やっぱり結局車エビは天ぷらということになってしまいました。いつも頭の唐揚げが優勝なんですけど、今日は天ぷらの優勝でした。ご視聴ありがとうございました。バリうま。タレがうまい。